こんばんは、新パイロットきょうきょうです。今週も1週間フライトお疲れ様でした。週刊フライトシムニュースのお時間です。今週はマイクロソフトフライトシミュレーター2024の大型アップデートの話題から、待ちに待った注目アドオンの最新情報まで見逃せないニュースが盛りだくさんでお届けします。それでは今週のヘッドラインです。2024シムアップデート6ベータ版が公開。ユーザーの長年の不満がついに解消へ。アソブは2週間前から新しい大型ベータ版アップデートシムアップデート6の配信を開始しました。今回のアップデートではユーザーからの強い要望に応える機能追加から劇的なパフォーマンス向上まで多くの改善項目が盛り込まれています。ウォークアラウンドのスキップオプションを追加。2024ではこれまでフライト開始時に必ず機体の外に出て点検を行うウォークアラウンドが強制仕様となっていました。点検のロールプレイができて楽しいという声がある一方、いいから早く飛ばしてくれという不満の声も多くありました。今回のアップデートでついにスキップ機能が実装されました。アシスト機能の一番下にあるオプションを有効にすると、こんな感じで2020のように最初からコックピットに座った状態かつカバーが外された状態でスタートできるようになります。サクッと飛ばしたい方には朗報です。 DLSS4.5 および FSR4 にネイティブ対応。グラフィック面では NVIDIA の最新アップスケーラー DLSS4.5 をデフォルトでサポート。ゲーム内 V-Sync に対応した動的フレーム生成が利用可能になります。さらに AMD ユーザー向けには FSR4 が統合されました。ゲームメニューからのオン・オフの操作で使用している GPU 環境に合わせて自動で最適なバージョンが適用されます。これまで必要だったオプチスケーラーによる手動設定などの面倒な手段がいらなくなるのは嬉しいポイントです。ILS のズレを修正。あれ、自分のアプローチの下手のせいかなと思っていた方、安心してください。どうやらシム側の問題だったようです。多くのパイロットを悩ませていた景気上のローカライザーやグライドスロープは真ん中なのに、滑走路の進入灯を見ると低すぎるというILS のアプローチのズレ問題がようやく修正されました。これでストレスのない正確な景気着陸ができるようになります。自動生成空港への夜間照明の追加およびプレイステーション VR2 の最適化。世界中にある自動生成された空港・飛行場に待望の照明が追加され、夜間の空港の視認性が大幅に向上しました。開発チームはベータ期間を通じてさらに改善を続けると述べています。また現バージョンではプレイステーション VR2 の最適化も行われており、海外のフォーラムでも画質やパフォーマンスが向上したと好評のようです。ブッシュトリップの復活。2020で人気だった未開拓地などを何日かに分けて目地をメインで冒険するブッシュトリップが2024に帰ってきました。ルート自体は2020と同じものですが、一部は現在調整中とのこと。ベータ版のための使用かはまだ不明ですが、ユーザーの報告によるとエンジンに蓄積されたダメージが次のフライトに持ち越されるというリアルなフィードバックもあるようです。長距離を飛ばす際にはエンジン管理に注意が必要かもしれません。このように気になる新機能を早く試してみたい方はぜひベータ版をチェックしてみてください。シナプティック A220 公式ウェブサイトを公開。リリース時期は来週中に決定。マイクロソフトフライトシミュレーター向けに開発が進められ、世界中から高い注目を集めている小型旅客機アドオンシナプティック A220 ですが、開発元が公式ウェブサイトをオープンしました。これに伴い、今までベールに包まれていた具体的な発表時期を含む最新情報が明らかになっています。
これまで2026年度中とされていた発表時期ですが、来週中に決定しました。マーケットプレイスでのリリースを予定しているとのことです。すでに YouTube 上では詳しい操作方法のチュートリアル動画なども公開されています。ローンチ時に提供される初期バリアントはダッシュ300に確定、反動型のダッシュ100やビジネスジェット仕様の ACJ はローンチ後のアップデートで順に追加される予定です。公開された情報では、デルタ航空、エールフランス、大韓航空、エアカナダなど世界各国の主要航空会社の高精細なリバリーをまとった機体が多数披露されています。2021年にフリーウェアとして始動し、その後イニビルズとのパートナーシップを終えて有料化へと舵を切った本プロジェクト。長きにわたる開発の旅路はいよいよ最終進入を迎えています。ブルーバード757全機能リストが公開。ブルーバードシミュレーションズは長らく期待されていたボーイング757の全機能リストを新たに立ち上げた公式サイトで発表しました。途中でハイエンドな高精度シミュレーションへと方向転換し、5年以上の開発期間と現役のパイロットの協力を得て、いよいよ最終段階に入ったことをアピールする内容となっています。価格については$80、リリース時期は変わらず、2026年の第3四半期を予定しているとのことです。実際にある500個のサーキットブレーカーのうち、リリース時点で200以上が完全動作、残り300は今後のアップデートで順次有効化していくとのことです。もちろん、SIM ブリーフやナビグラフ、外部ハードウェアと連携できるモビフライトにも初日から対応。音響面では、ボリスオーディオワークスとの共同制作により、周波数の変化による電子音のピッチ変化や、座席移動によるエンジン音の違いまで超リアルに再現。ロールスロイスとプラット&ホイットニーの両エンジンが個別チューニングされています。さらに面白い試みとして、乗客の客室乗務員からシートベルトサインをつけてください。客室が暑い、もしくは寒いといったクレームや、緊急時の酸素マスク作動通知などがコックピットに連絡として入る機能が搭載されるとのこと。これは臨場感が出そうです。第3四半期のリリースに向けてカウントダウンが始まったブルーバード757、この秋最大の注目作になりそうです。今週の注目アドオン。このコーナーでは私が気になったアドオンを紹介するコーナー。今回ピックアップするのはゴッドフレンズさんのメンズベストフレンドです。これどんなアドオンかというと、いつも隣に座っている副操縦士の代わりに犬、猫、アヒルなどのペットを乗せることができるアドオンなんです。2020で大好評だった無料版の前身をご存知かもしれませんが、今回の有料版では2024にしっかり対応。収録されている動物はなんと40種類。それぞれ3パターンの動作バリエーションが用意されています。使い方は副操縦士が表示されるアドオンをベースにアバターを好きな動物に変更。動物は犬と猫が結構多いです。好きな相棒を選んでみてください。専用のツールを開くことで上下左右または傾きを自由に変更することができます。ここで決めた位置は機体ごとに保存されます。次回このツールをもう一度開いた時には同じ位置にパッと移動してくれます。使いようによっては外に出すこともできます。パソコンだけではなく Xbox での配信も計画されており、現在マーケットプレイスの販売審査待ちとのこと。この動画を公開してから2週間以内にはリリースされるかもしれません。価格は約1700円。相棒と一緒に空の冒険を楽しみたい方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。最後はパソコン向けに無料で配布されている架空機体のご紹介です。皆さん架空の機体ってお好きですか？アニメマクロスに出てくるようなメカメカしいロマンあふれる機体とか、もしそういう雰囲気が好きならこのファンレーサーは刺さるかもしれません。
こちらは flightsim.to で配布されている2020、2024の両方に対応している無料機体です。1982年に公開されたテレビ版マクロスにオマージュされた機体です。残念ながら私はマクロスにあまり詳しくないので深くは語れないのですが、機体がコンパクトで地上走行がかなり快適、前面を遮るものがほぼないクリアなキャノピーなので視界は抜群です。それでいてスピードは250ノットほど出せて小回りも利くので、アクロバティック飛行や VR でのフライトにめちゃくちゃ最適です。加空機も全然ありという方は無料でダウンロードできますので、ぜひ遊んでみてください。さて、今週のニュースはここまでとなります。7月の中旬を過ぎて本格的な猛暑が始まり、暑い日が続いていますが、体調管理には十分気をつけて快適なフライトを楽しんでください。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。良いフライトを。